だからリニョンとかリダに負けてるんじゃないかなって。理解できなかったらもう去っていくしかないでしじゃあ俺らの意見でどこに行くんですか？いつまでガキの気分でいるんだろうなみたいな。幼稚の集まりだなってしか思わなかったですね。何しに来たって感じ。邪魔かな。なんだよ。改善しきれてねえからそうなってんだろうがよ。お前の時のまっすぐどうしたん？相手のためを思って考えなきゃいけない。それも俺ら変わんなきゃいけない。ついに店舗改革へ向け動き始めた芝。しかし旧ミスト派の新人への当たりの強さから退店者続出。移籍組の葵、鈴海、伊代は芝へ変革を起こすことはできるのか。今日はこれからミーティングやります。前回話した、レイとか湊でユキと前話したじゃないですか、で正直言ってルールまとまんなかったんで、であのまままとまんなかったらお店まとまんないんで、影響力ある人間が理解をしないで反発した状態でじゃあ運営してたらどうなんのって言ったら伸びが見えるじゃないですか。同じような形になったとしてもちゃんと話し合うことがすごい大事なんで、そこのままだとやっぱ彼ら自体がやっぱ不幸になってしまうんで、あくまでも自分がやっていきたいのは働いてるキャストの未来をちゃんと作ってあげること、お客様がちゃんと楽しんでもらえる環境を作ることがすごい大事なんで、そのためのルールなんで、そこら辺をしっかりと理解してもらうための時間です。基本的に俺が考えるルールっていうのはちゃんとデータだったりきちんと戦略のもとに作っているものなんで、だからこそ向こうは反発してきてもかぶせる形になってしまうんですけど、外から見たら一方的にこうルールを押し付けてるなみたいに見えるかもしれないけど、そうじゃないよっていうところ、君たちの未来のためだよっていうところをこれちゃんと伝えていけたらいいなと思ってます。前回の会議から平行線をたどったままの芝。旧ミスト派に改革の意思はあるのだろうか。今日はね、このメンバーでちょっと話したい内容がもともとのミストのルールから芝のルールに大きく改変しました。前回ここねルールに関してもね言い合ったことがあるんだけど、その部分でまだ納得しない部分もあると思うし、でそこも踏まえて今回じゃあ何のためにこのルールを設けたんだよとか、じゃあ納得いかないルールはどこなのとか3店舗の含めた上での話をしたいなと思って今回この3人呼んでるから、1ヶ月も足りてるわけじゃん。どう実際今の芝は長くいる人たちと最近入ったまだ短い人たちとの関わりがなさすぎて全然関係が作れてないなって。僕営業とか残った話とか聞いてるんですけど、みんないないしコミュニケーション全然取ってないからヘルプも全然ついてくれないし、めっちゃやりづらいです正直。ルールがまだ全体に行き渡ってないんだろうなと思って、新しくなったせいでお店がまだうまいこと回ってない。全員が納得いかないとルール作ってもしょうもない。全員がまず納得いった状態じゃないと営業の手を使うといかないんじゃないかって俺はもう正直。リニョンずっとオープニングからやってきて、ルールも作ってきたりもしてて、自分で守れてないところとかだらしないところとかあったんですけど、そういうところを変えたくてここにいるはずなのに、じゃあ俺たちのルールでとか伝統がとか、だからリニョンとかリダに負けてるんじゃないかなってめっちゃ思ったんですけどね。リリオン僕もルール守れなかったですけどって言って何が違うのじゃ俺らはもともとのあったルールはすごいちゃんとやってたんで、新しく俺らがいないところで勝手にルール決めないでこれやれよって言われて提示されたからそれに対して反発してたんで、もともとあったルールの中でお前守れてなくてそれ何も俺ガチャガチャリオも俺がリオンが離れてお酒に溺れて俺が救ってあげないと思ってここに来てる。だからお酒飲ませてない、管理してる。お前なんか自分の意思じゃないと思うんですね。来てる。これ本気で自分の意思です。自分の意思だから。過去がルール守れてなかったとしても、そういう自分を変えるためにこっちに来ると決めてきた。僕はそういう店にしていきです。会議は早々に旧ミスト派と移籍組の対立で幕を開けた。不満があったり納得いかないところがあったら納得いくまでぶつかったらいいんじゃないですか。俺からしたらさ、話し合いとかも別にないなと思ってて、結局その五木さんがしたようにしてるなと思ってるから、どっちの意見言ってももうそもそも決まってるし、意見って別に聞かれてないなと思ってるから。五木さんはルールだけ押し付けた感じなんですか？ルールだけ押し付けた感じじゃなくてルールを押し付けるよ。当たり前。お前らもそれルール多いなと思ってるわけでしょ。だから考え方によってこっちが嫌がらせされてるのかなと思っちゃうんですよね。必要じゃないとこまでもうガチガチに固められて。必要じゃなかったらいないよ。俺は別に多いなと思うんですよ。でも店のためになるなと思うから守りますよ。で例えばさ、レイマンさ、そこにさ、しんのすけと水戸いるやん。なんでミストのそのさ、ポロシャツ着てさ、この入れ墨出してんの？何がダメですか？ダメやろ。だって発足だからね、高級店歌ってるわけよ。別にいいんだよ、プレイヤーが出してんの。プレイヤーはアーティストだから。だけど、アーティストじゃねえから。プレイヤーでもなんでもねえから。それが入れ墨出して何を外に対してうちらがホストとして表現していくのかしら。
ある程度のね思考を持ってる人間だったらそんなの自分で考えてやるんだよ。だから運営内勤は全員スーツ、ラフな格好で入れ墨出して運営がジーンズ履いて歩き回ってて、それって何してんのって話なの。俺らが売ってんのはこの場の空気を売ってるわけ。運営内勤やらなきゃいけないのはここにちゃんとお客様が流入してくれることと社会に認めてもらうこと。だけど運営内勤がその思考でじゃあそれを別に関係ねえよってやってたらプレイヤーの未来を潰すだけだよ。目で見た数字しか見えないんだったらずっと二流なのよ。うちらが見なきゃいけないのは目に見えない数字なの。運営内勤者ができない。それで言ったら亮さんもそうじゃないですか。これで1年間ずっとやってきてるじゃないですか。俺はあくまでも遼河に立ってほしい立ち位置っていうのは別にプレイヤーじゃないし、むしろこのお店を背負って立つような自信を持って外に向けて走っていける人間にしたいだけなんだよね。だからそこの思考を育っていかないとマジでみんな将来に何もなくなるぜ。バリバリリズム入ってる状態でクリーン化をじゃあねメディアに解いていってて誰がそこに刺さるんだって話だ。そこに責任が生じるんだよ。責任がついてきた葵はこんな入れ墨入れてるじゃないですか。逆にどうなんですか。だから俺は青に言ってるよ。だから入れんなっつってるし、でこれも出すなっつってるよ。お前それ入れたくて入れてるんでしょ。自由をなくしてるじゃないですか。自由とね、自由とチャンスは違うんだよね。逆に自由を失ってるんだよね。うちらってさ、そもそもさ、なんでここにいるって話だけどさ、自由がないからここにいるわけじゃん。どんどん未来が狭まっていくわけ。通れなくなってるうちが。だから俺もその自由をちゃんと作ってあげた。クリーン化もそう。軍神が推し進めるクリーン化にさらなる反発が起こる。そもそも俺らクリーン化したいなんて俺ら1ミリも思ってないですよ。コストをしていく上で自分らでいい店を作りたい。ここに対してだからルールがあることに対して別に反発するっていうよりかは締め付けのルールに対して言ってるんですよ。その時クリーン化を語る時に、このね体制でいうふうに教えています、この状態ですだったら誰もね納得してついてこない。その対決交わしてる時点でクリーンなわけないなって思ってるんですよね。うちらが使わせてるっていう感覚はもう変えていかなきゃダメだよ。お客様が使いたいと思ったものをちゃんと使ってもらうっていう組織に変えていこうねって俺ずっと言ってるじゃん。お金使ってもらってる時点でクリーンじゃないと俺は思ってるんですそよ。の人はディズニーランドにやるじゃん。状態でお金使ってもらってるよ。額が違いそんな言い方でしょ。でしょ。だからなっちゃあかんねん。結局俺らの意見なんて何も聞かないじゃないですか。そうやって俺らが何言っても結局これがこうだからこうで言いくるめられて、じゃあ俺らの意見でどこに行くんですか。じゃあルールを破って俺らが別でどっかでタバコ吸えばいいですか。裏で酒飲めばいいですか、ってなるじゃないですか。だからそこで俺らはルールを守った上で仕事をしたいから、だからそのための話し合いのはずなのに何も俺らの意見聞かないじゃないですか。ルール間違ってるからね。その考え方間違ってるけど、その間違ってることを補正させてあげるのが俺の仕事だからね。理解できなかったらもう去っていくしかない。で俺は理解できるもらうために話はするよ。でも合わないんだったらそれしかないじゃん。またもや話し合いは平行線をたどり、店舗改革に光は見えず、話してる内容が平行線というか、あんまりうまくいってないようには見えるな。戦略だ戦術をちゃんとしっかり立てて未来を見据えた上で計画を持ってやっていくんですけど、今回難航してるというのがなかなか理解してもらえない。普通だったら理解してもらえるレベルの内容なんですよ。ただその理解してもらえるレベルに対してレイだったりとかミナとかの感情の部分が強いんで受け入れたくない部分がやっぱ出てしまっているんで、だからこそなかなか前に進まないですよね。ルールの話なんてもっと前にしてるんですよ。何度も話をしていて理解はしてるんですけど納得してもらえないんで、結局いくらルールを設けたとしてもレイとかミナトとかユキトがちゃんと受け入れてもらわないと他の後輩の男の子たちもついていけないんですよ。だから売上ベースもそうだし全体的な雰囲気もまとまり感がないですよね。彼らの感情が想像以上に強いです。やっぱり何としても関係をちゃんと作った上で次に結果を求めていかなきゃいけないんで、結果から入ると人ってうまくいかないんですよ。でも関係を作るスピード感がなかったんで今回いろんな計算をして戦略を考えた上でもそれが一番いい最適解を自分は選んでるつもりです。新しいメンバーを多分会議で超えてどうですか。弱すぎる。もっと俺らより格上が来るのは分かるですよ。したらこの人の言ってることは結果が伴ってるから正解なのかなと思っちゃうけど、別に売れてなくて実力もないやつら呼んで結果的にああやって会議させたらね突っかかってくるだけで黙ってやることやれと思うから、首突っ込んできてこっちとしては面白くはないですよ。何しに来たって感じ。邪魔かな。店売りで上げたくてっていうメンツでもないし、キャリアだけあります。年齢食ってます。いらない。実力はないんだ。
リリオンから芝に移籍してきて、もともといたメンバーに思うのが、ホストって感情の仕事っていうか、人と人との接客業の究極系みたいな、すごく楽しいんで、遊び感覚でやってるホストも多いじゃないですか。けど今ってそんなことも言ってられない時代だし、五木さんの決めたルールで店が悪くなる要素なんて何もないので、いつまでガキの気分でいるんだろうなっていう。最初入ってきたばっかやからあんまり僕もとやかく言いたくないですけど、僕もやっぱそのうち黙ってられなくなっちゃうんで、正しいことは正しいって絶対言わないといけないし、いくらが先輩としても僕が教わってても学びにならないし、幼稚の集まりだなってしか思わなかったです。どうにかしてそこ壁ぶち破りたいなと思ってるんですけど、男同士ぶつかるだけですよ。会議で空気が悪い中、移籍組の3名に密着を進めると、予想通りの非歓迎ムードでさらに雰囲気は悪くなっていた。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。おはようございます。続いてイオが旧ミスト派のナオトのヘルプへ入るが、もっと愛を持ってできないの？愛を持ってるからこういう口調になるんだろうが、普通に考えろよ。お前の時の満足どうしたん？リリオンが本気でホストやろうと思って、リリオンからやってたんでしょ。リリオン行けばいいやん、そこはいればいいやん。ちゃんと仕事に向き合いたかったんですよ。仕事に向き合いたかったんですよ。向き合ってなかったんだよ、リリオンでは。向き合ってなかったです。そんなやつが入ってくるとどうなん？舐められたもんだな。じゃあ入れ替えて本気でやるんだ。いつか頑張りしたいの？いただいてしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。島に来ても逃げんだろ。どんな感じでやらせねえから俺らは。やっちゃないよ、いいんだよ。面白いこいつ。面白ないよな。シャツもヨレヨレやんお前。中身で一緒にベラベラってことね。来たいって言ってきた。じゃあ最初は正直来たくなかったです。来んなよ。やりづらかったっすね、めっちゃ。入りもやっぱ元気よく入って楽しくしたいなと思ってたんですけど、直人さんがあんまり歓迎な感じじゃなくて、姫の前だからすかしてはくれたっすけど、お前よそもんだろみたいな圧がちょっと強かったっすね。結構おちゃらけてとか仲良くできるようにやったんですけど、ニコニコしてくれたけど目が笑ってない、言葉の端々にお前いらんよ的な空気が出てたりとか、もちろん僕らが調子乗って気分を害したとか何か不利益を被ったとか直人さんに対してだったら分かるんですけど、そういうことでもないのにああいう態度なのはあんまりいい店にはならないんですよ。お酒とかもガンガン飲まされてる。僕はお酒飲むの好きなんでいいんですけど、それを新人とかにもやってるんだったら、飲む仕事みたいなとこもありますけど、ホストは結局それでやらかして怒られるのは新人の子なんで、ただただ自分の気に食わないやつはいじめてやろうみたいな感じがあるのかなみたいな。お疲れ様です。なんかフィリップとかどっかその直人さんの席でつけるところとかあったら、つける。自分のタグつけばいいよ。いや直人さんの席つきたいなと思って。お前がついてないんだよ。もうそこはもう絶対楽しませるんで。どっからの自信なのお前は。僕は直人さんとも仲良くなりたいし、直人さんの姫とも仲良くなりたいから絶対ヘルプで楽しませて、でなんか仲良くなれたらなと思ったんですけど。楽しませてって言うけど、お前はお願いします側だろ。楽しませてもいいから。直人さんとも正直仲良くないし、お姫ともまだ仲良くなれてない状態で認められないじゃないですか、当たり前に。当たり前。そこは見てほしいなと思って、そこでそれを俺のタグに使うなよって言ってるんだよ。じゃあお前が結果で示すから。なんでお前みたいなさ、知らんとこから来たやつが俺のタグにつけるか思ってる。それで仲良くなる筋違い。わかりました。すいません。葵撃沈。一個一個やるんかじゃあ。ビビって誰もヘルプつからんで、じゃあ直人さんの良さ誰もじゃあ分かるんかって。お前が俺のこと語んだよお前。追いつけないね。認めてないよ、俺はお前は。